タイトル見てもらったらわかると思うんですけど、今日ちょっと重めの話なんですね。なので、この日街で見つけた可愛いお菓子屋さんのお菓子を食べて、ちょっとだけでも気分を上げながら喋っていこうと思います。みんな食べたことあるかな？今、イギリス着いて2週間以上経ったぐらいなんですけど、マジで何にもしてない。私そもそもこのイギリスに今ワーホリで来てるんですね。なんで、まず仕事を見つけないといけないんですけど、仕事も見つかってないし、今ホームステイにいて、イギリス人のね、ホストファミリーと一緒に暮らしてるんですよ。でも、英語も全然喋ってないっていう、何のためにここ来たのみたいな感じの状況になってて。ちなみに今1ヶ月以上経ったんですけど、まだ仕事見つかってないです。嘘でしょ？そう、まず、仕事のことから言うと、今の時期って結構ローシーズンみたいな感じで、多分イギリス全体なのかわかんないけど、私がいるブライトンってところは、求人そんなにめちゃくちゃいっぱい募集が出てるっていう時期ではないんですね。ただ、クリスマスがちょっと迫ってきてるから、クリスマスの期間限定のシーズナルスタッフっていうのがいくつか募集出してるお店とかがちらほら今あるみたいな感じの状況なんですけど、で、私が一番に働きたいのは可愛い雑貨屋さん。この辺り可愛い雑貨屋さんがめちゃくちゃいっぱいあって、そういうお店でいろいろ学べたらいいなって思ってるんですけど、なかなかないんですよね、募集が。そう、なんでインディードとか使ってるんですけど、あんまり見つかんないんですよね。そうで、なんだっけ、あんまりそういうとこが募集してないから、結構ウォークインでも OK。 結構ウォークインでもう街中歩いて、もうこのお店可愛いと思ったところに入っていって、で、雇ってますかみたいな、今スタッフ募集してますかみたいな聞いて回ってるんですけど、あんまりね、ないんですよね。で、そのギフトショップにこだわってたらもう全然見つかりそうにないんで、今カフェとかレストランとかも入ってって雇ってますかって聞いたりとか、求人サイトみたいなところで、レジュメちょいちょいこうドロップしてったりとかしてるんですけど、見つかんないっていうね。編集してる現時点でも1ヶ月以上もうこっち来てから経つのにまだ仕事見つかってないって冒頭で言ったと思うんですけど、今の時点で最低でも多分20箇所にはレジュメ配って応募してるんですよ。けど返事が返ってきたのが 1,2 個しかなくって、イギリスってヨーロッパからもすごいたくさん人が働きに来てるし、もうね、現地のイギリス人学生でも職探しすごい苦労してるみたいです。で、ちょうど昨日ジャパレスに日本食食べに行ったんですけど、そしたらそこで日本人の子が働いてたんですね。同じくワーホリで。で、その子もこっち来てから仕事見つけるまでにもう30カ所以上応募して、で、3ヶ月ぐらいかかって、やっと仕事見つかったって言ってました。じゃあ何してんのっていう話なんですけど、仕事もせずに。ほんと家にいるんですよね。ずーっと。家のこのベッドの上にずーっといて、YouTube の編集、今動画がいくつかね、溜まってるんで、その編集をやるか、もうずーっとこうスクロールしちゃってるか、SNS をね。それで気づいたら何時間も経ってたりとか。もう私本当にもともとめっちゃインドアなんですよ。前になんかめっちゃ自分が超内向的で、一人になる時間が欲しいみたいな動画をね、カナダいてすっごい忙しかった時に、精神的に追い込まれちゃって、みたいなのを出したんですけど、もう今、もう自由時間ありすぎちゃって、もう自分的には、やったー、ずっと家に引きこもってられるみたいな感じなんですよ。だからもう、気づいたらどんどん引きこもってベッドの上でずっと何時間も過ごしちゃうんで、頑張って外に出て街を散策してね、お店入ってってレジュメを落とすようにしてるんですけど、そう、家に引きこもってられるのは幸せこの上ないんですけど、でもその分何もしてないストレスっていうか罪悪感っていうのがすごい襲ってくるんですね。今日も一日中家で過ごしちゃった。
今日何も生産的なことせずに一日終わっちゃったみたいな。カナダ行った時は忙しすぎて病んでたけど、今度は何もできてないっていうので、この撮影してた時なんかは特に病みかけてました。 Yes. Yeah, it's gonna be dinner time. Okay. はい、そしてディナーから戻ってきて一旦思考が停止してるんですけど、まず一つ目が仕事が見つかってないっていうことでした。もう一つ英語を喋ってないっていうのをね、あげたと思うんですけど、今私、ホストファミリーと一緒に暮らしてるんですね、ホームステイで。ホストマザー、ホストファザー、男二人兄弟、お兄ちゃんと弟のその4人家族のとこに住まわせてもらってるんですね。まあお母さんアメリカ人なんですけど、もうこっちの生活長いんで、まあ、みんなイギリス人みたいな感じで、ディナーをね、毎日一緒に食べてるんですよ。みんなが集まれる場合は集まってみんなで一緒にご飯食べようみたいな感じなんですね、毎日。で、まあ私全然今働いてなくて暇してるんで、まあ毎日4人で食卓を囲んでるんですけど、じゃあ英語喋るくないって思うと思うんですけど、リスニングが本当にできなくって、ここに来て。イギリス来る前は私、カナダに1年近くいたんですね。まあ、その前はフィリピンの語学学校で英語の基礎的な部分というか、とりあえず一旦喋れるようにしようみたいなのを目標にフィリピンの語学学校を通ってたんですけど、まあ、とにかくここ来る前カナダに1年いたんで、イギリスのアクセント慣れてないけど、まあ言うて聞き取れるかなと思ってたんですよ。で、しかもカナダ行った時にね、IELTS っていうテストも受けてたんで、IELTS っていうのは、イギリス発祥の、英語力を測るテスト。まあ、英検みたいな感じかな、日本で言うと。リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングっていう4技能あって、測られるっていう、まあ、英語の本場イギリスの作ったテストっていう感じなんですね。で、だからリスニングとかも、イギリスなまりの英語だったりするんですね。イギリスなまりって言ったらおかしいか。イギリス人からしたらこっちが本場だってなると思うんですけど、イギリスアクセントのリスニングなんですね。で、そういうのを、まあ、日本にいた頃にも受けたことあったんですけど、カナダ来てからもそれのために勉強してテスト受けたんですね。とかやってたから、イギリス英語ちょっと不安ではあったけど、まあ普通にやっていけるんじゃないと思ってたんですけど、マジで聞き取れなくて本当に。カナダいたって言ったじゃないですか。で、カナダってほとんどアメリカ英語と同じ感じなんですね、アクセントとかが。まあ私はそんな細かい違いはネイティブじゃないんでわからないんで、素人の私にはまあ同じように聞こえるんですね。まあそれぐらいカナダで話されてる英語って、まあアメリカに結構近いものっていうカナダに私最初来た時も全然英語が聞き取れなくてまず。フィリピンの語学学校で勉強してた時は私リスニング結構得意だったんですよ。リスニングの点数は毎回高くて、でクラスメイトの中でも結構聞き取れてる方だったんですね、いつも。だから、リスニングが得意っていうそういう自負があってカナダに行ったんですけど、ネイティブの英語とリスニングの音源の英語違すぎて、まあ日本でも英語のね、リスニング問題ってあると思うんですけど、大学受験とか高校受験とか英検もあるしね、TOEICとか。ああいうのってめっちゃくちゃ綺麗な英語、めっちゃもう日本でいうアナウンサーが喋ってる日本語みたいな感じで超綺麗な英語じゃないですか。でも日本でも一般人ってアナウンサーみたいに綺麗な発声で喋んないじゃないですか。特に若者とかだともうめっちゃ喋るの早くなるし、崩して言ったりとか、まあ、スラングが飛び交ってたりとか、まあ、するわけですよ。で、っていう感じで、英語も、リスニング問題で聞いてる英語と実際に話されてる英語って全然違うんですね。で、だから私最初カナダ行った時もう全然聞き取れてなかったんですよ。待って、みたいな。ネイティブの英語ってこんな感じで喋ってんのって思って、全然別物じゃんみたいな。私めちゃくちゃ早口のカナダ人の友達がいたんですけど、でその子の英語も最初出会った時全然聞き取れなくて、リスニングに全集中して、もう話ついていくのに必死みたいな感じだったんですけど、ワーホリ終わって日本に帰る頃には、その子の超早口英語とかも、普通にすんなり聞けるくらいにはリスニング力ついてたはずなんですね。で、イギリス来て、今もブリティッシュアクセントわかんなすぎてだから、まあめっちゃ話脱線したんですけど、
そのホストファミリーと、まあ毎日みんなで夜ご飯を食べてるわけですよ、一緒に。けど、もう本当に何喋ってるか聞き取れない。そもそもだって、もう英語なわけだから、全然私、ネイティブでも帰国子女でも何でもないので、まあ、英語って時点で、まあそもそも聞き取るのがちょっと大変じゃないですか。な上持ってきて、ブリティッシュアクセントが本当になんか、わかんなくて、相い口とか受けてたけど、やっぱりそういう、それも言うて、リスニングの音源のやつなんですよ。だからさっき言った話と一緒で、日本でよく聞くリスニングテストの音源ってアメリカ英語。だけど、実際私はカナダ行って、カナダ人の英語聞いたら、そのリスニングの音源と違いすぎて、最初のうち全然聞き取れなかったって言ったじゃないですか。同じことがまた起こってるんですね。アイエルツっていうイギリス英語のテストを受けてて、それのリスニングの音源聞いて練習してたけど、イギリス来てみたら、また全然違うんですよ。そのアイエルツの音源で話されてるのと、リアルなイギリス英語が。で、だから、マジで聞き取れなくって、お水とかもウォーって感じだし、ウォーターとかね、まあそれぐらいだったら聞き取れるんですけど、本当に会話の中で全部パパパパパパって喋られると、本当にわかんないんですよね。っていうので、全然このファミリーの話についていけなくて。そう。で、だからやっぱネイティブ同士で喋ってるから、もうめっちゃ喋るのも早いんですよ。まあ、言うてね、あれだけどね。ホストマザーとファザーは結構ゆっくり喋ってるなっていう感じはするんですけど、特にマザーの方はアメリカ人なんで、そもそもがね。もうこっち長いんでだいぶイギリス英語の感じのアクセントになってるんですけど、でも、言うてそこまで多分強くないんですよ、イギリスのアクセントが。もともとはアメリカ人なので。だからまあ、マザーの英語が一番聞き取りやすい。だからそれはまあ、まだなんとか割と理解できるんですけど。で、ファザーは、かなりゆっくり喋るんですね。かなりゆっくり喋るけど、めちゃくちゃイギリス英語なんですよ。だから、めっちゃゆっくり喋ってるのに、多分私がこの頭の中で思い込んでる発音と実際彼らが口に出してる発音が多分違うんですよね。だから、よく言うじゃないですか。発音記号が結構大事っていう、英語学習者に向けてね、発信されてる動画とかでよく言われてると思うんですけど、それっていうのは、正しい発音を知らないと聞き取ることができないっていうこと。で、多分私はアメリカ英語でインプットしてるんですね。多分その単語の発音を。例えばなんか、水だったら water みたいな。アメリカ英語。でも、彼らの中では water なわけですよ。で、っていう違い。だから私は water だと思ってるけど、なんか water って言われた時に認識が違うから、多分聞き取れない。文字起こししてくれたらわかるんだけど、多分その発音を一個一個、多分イギリス英語の発音っていうのを多分学んで認識していかないと、これは改善されないなって思いました。で、特にね、で、マザーとファザーが喋るのゆっくりって言ったと思うんですけど、息子たちはやっぱり若いんで喋るのがめっちゃ早いわけなんですよ。って喋るから、本当にわかんなくって、さらに言うとね、このファミリーめちゃくちゃインテリなんですよ。息子たちも国内トップレベルの学力で、なので家庭内の話で結構難しい用語が飛び交ってるんですね。で、そのボキャブラリー不足っていうのもあります。っていうので、もう私は全然会話についていけず、で、さらに言うと、食べるのがめっちゃ早いんですね、みんな。てか私が食べるのめっちゃ遅いんですよ。で、みんなはすごい勢いでそうやってずっと食事中、ずっと喋り続けてるのに、一言も言葉を喋ってない私が一番最後に食べ終わるんですね、毎回。で、みんなを待たせちゃってるんですよ。で、それってめっちゃ気まずいし、まあ申し訳ないじゃないですか。そう。で、だからもう私は、もう食べるのにも必死なんですね。もうとにかく、もうみんなと同じタイミングで食べ終わるようにしなきゃっていうので、食べるのにもう集中しちゃってて、最近は。最初のうちは頑張って会話聞き取ろうとしてたんですけど、もう聞き取れないからで、その会話聞き取ることに集中しちゃうと、もう食べ進まないんですね、全然。なんか私マルチタスクができないので、どっちかなんですよ。テレビ見ながらご飯食べれないみたいな。喋りながらご飯食べれないし、だから今もね、まだ1個しか食べてないんですけど、
マルチタスクができないから、聞くか食べるかなんですね。で、聞いてると食べ終わんなくなっちゃって、みんなのこと結局待たせちゃって、ってなるから、もう最近は食べることに集中してるんですね。もうとにかく、みんなを待たせないようにしようっていう。で、その結果、もう本当に聞いてなくって、もうただただ必死に食べてるだけ。で、だから会話にも全然入ってないし、一言も言葉を発さないまま、ディナータイムが終わるんですよ。で、まあなんとかみんなが食べ終わったから、まあ1分後ぐらいに私が食べ終わるみたいな感じで、まあとにかく食べるのに必死で、まあそういうわけで、私マジで喋ってないんですよ、夜ご飯の時間。もう食べること全集中で、もう最近はリスニングすらも放棄し始めてるっていう、本当にやばい状況になってて。まあただね、全くコミュニケーション取ってないわけではないんで、そう、食事の後はみんなで食器洗ったりとかね、片付けをみんなで一緒にするんで、まあその時にちょっと喋ったりとか、あと夜ご飯の後にみんなでね、テレビネットフリかわかんないけど、なんか TV ショーみたいなのを夜見る曜日があるんですね。週に3回ぐらい。まあ、その時はいろいろなんか、ショー見ながらコメントし合ったりとかして、まあちょっと喋ったりしてるんですけど、それぐらいですね。で、英語喋ってない理由がもう一個あって、友達がいないんですね、こっちに。というわけでですね、今回の動画すごい長いので、続きはまた後編として今度お届けします。最後まで見ていただきありがとうございました。また後編でお会いしましょう。これ私のお気に入り。これ日本にも売ってますよね。うん。